最近は皆さんご自宅で時間を過ごされていることが多いんじゃないでしょうか。ジープゼロ戦と筆塗りチャレンジを続けてきましたが、今回は第3弾としてこんな企画を考えてみました。題して予算1万円、ネットで制作道具も揃う戦車プラモデルを作ろう。では用意した製品からご紹介しましょう。まずはタイガー1本体です。そしてフィギュアセットになります。今回用意したタミヤの48分の1スケールはサイズが卓上に収まる大きさですし、なんといっても価格的に手が出しやすい商品なので、予算の残りから48分の1スケールのフィギュアセットも追加して簡単な造形仕立てで仕上げようと思っています。続いて製作工具一式になります。そして今回はね、さらに考慮した点がありまして、この動画を視聴してくださる方の中には制作場所をね確保できない方や、溶剤やね塗料の匂いが問題でなかなか手が出せない方もいらっしゃると思いまして、今回の企画では机1枚のスペースで匂いが比較的少ないアクリルのね水性塗料を使って制作を行いたいと思います。動画内で色の配合率を紹介していきますが、限られた予算内で収めるために仕方なく色を混ぜて作る工程ですので、予算の余裕がある方で匂いがあまり気にならない方はラッカー系の塗料で専用色の塗料を使って塗装をお勧めいたします。塗料についてはね、予算を抑えるためにこちらのクレオスの塗装導入キットを用意しました。こちらの塗料に調色をしてタイガー1の塗装を行っていきたいと思います。混ぜた塗料を保管する容器です。一度混ぜた色は二度と同じ色が再現できなくなりますので、使う分を最初にまとめて作りたいと思います。続いて通常仕様と流し込み用の攻め台ですね。これは溶剤の匂いがまあ出ますので、取り扱いには周辺の配慮が必要になるかもしれません。下地処理用に最近ミスターカラーからね発売された缶スプレータイプの水性サーフェイサーを使いたいと思います。水性の塗料なんですが、完全乾燥する前であれば水で洗い流せますし、希釈も水で問題ないようですが、一応専用の溶剤を用意しました。最後は水性の艶消しスプレーで光沢具合を消してより質感を高めます。すべて作り終えましたら、最後はこのケースに収めて完成です。鑑賞を楽しみましょう。この企画の内容は基本的に外へ出ることなく予算を1万円以内で収めた模型制作として考えましたので、本当に道具がない状態からネットで取り扱いの商品だけでチャレンジすることができます。制作内容も入門者の方が真似できるレベルを優先に考えて筆塗りを中心に紹介していこうと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。なお、道具とプラモデル本体は動画の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらで準備していただくと基本的に1万円以内で収まります。ただ、リンク先での価格変更や商品の在庫状況によっては他製品で代用または予算がオーバーすることもあるかと思いますのでご了承ください。そして今回揃える道具類は次の模型制作にも使えます。決して無駄になることはありません。なのでこれをきっかけに次のプラモデルを制作していただければ嬉しいです。では制作を始めていきましょう。では早速ね、開封の方をしていきます。ですね、まずは基本となるんですが、取説ですね、インストールマニュアルの確認を、端からね、端までよく読んで確認していきます。でね、このタイガー1は、A、B、C、D までね、4種類のタイプから選べるようになってるんですが、今回はね、あまりエアブラシ使ったりとか、細かい塗装とかができないので、B のね、1947年の、夏のロシアでね、活動していたタイガー1の方を選びたいと思います。こちらはね、シャーマングレー一色で仕上がります。制作するね、モデルの方が決まりましたら、こちらで印をしておきます。それではね、次にタミヤの説明書の一番後ろに記載されている内容物でね、部品がちゃんと揃っているのか確認していきたいと思います。
まずはね、車体になるんですが、こちらね、ダイキャスト製で金属製の部品になりますね。大概ね、48分の1スケールだと、車体はね、こういう金属ものになると思います。結構ね、作りとかもしっかりしててね、ずっしりして重いんですよね。次はね、ランナーの確認ですね。まずね、A ランナーが2枚。で、B と C のランナーがそれぞれで1枚ずつ。で、E パーツが1枚。で、F パーツが1枚。で、あとですね、ポリキャップの大小がそれぞれ4個ずつで合計8つですね。で、あと、スライドマーク、これデカールですね。で、あと今こちらの取説の方が1枚となります。内容物のね、確認の方終わりましたら、それぞれのね、ランナーに、今ね、これ私マスキングテープ使ってるんですけど、耳たぶみたいなものをつけてしまってね。で、複数あるランナーからすぐにね、A ランナーだとか B ランナーだとかって取り出すのが分かるようにね、アルファベットを、こちらの方に記入していきます。で、これ別にね、マスキングテープじゃなくても構わないので、ご自宅にね、用意できるね、例えばセロハンテープとか付箋でも構わないと思いますので、とりあえずね、何かね、ちゃんと目印になるものがあるようでしたら、この方がスムーズに作業の方が進むと思います。で、こういうね、それぞれ小分けにされてたランナーの袋はね、一応私最後まで捨てないようにしてます。で、過去にあったんですけど、結構ね、ランナーからね、折れちゃった部品だったりとか、あと小さい部品とかがね、取り出し忘れちゃったりとかしてるのをそのまま捨てちゃったりとかね、そういう苦い経験があるので、一応私はね、最後まで、袋はね、捨てないようにして取ってやります。続いてね、製作工具一式の方を見てみましょう。まずはカッティングマットですね。で、ピンセットなんですが、こちらね、びっくりしたんですけど、結構ね、品質いいんですよね。通常使用する分にはね、全然問題ないと思いますね。で、次にデザインナイフですね。で、これね、替えの刃が3枚ついてるんですけど、オルファーとかのね、メーカーの替え刃が使えるかどうかちょっとわかんないんですが、見た目は良さそうな感じですよね。で、もちろんね、使い捨てになりますので、切れ味がね、悪くなったらもうすぐにね、捨てて、次の刃に変えるっていったね、行為が必要になると思います。で、次がニッパーですね。このニッパーもね、見た目以上にね、結構ね、使い勝手良さそうなんですよね。で、もっとね、100均ぐらいのクオリティかなと思ったんですけど、結構期待あるかもしれないですね。で、あとこれ、受け皿ですね。これ、塗装の時に使いたいと思います。で、あと、紙やすりなんですけど、400と600と1000番が入ってるんですが、1000はおおよそ使わないので、400番とね、600番の方をメインに使っていきたいと思います。400番とね、600番の紙やすりが、このままだとちょっと使いづらいので、こういったね、定規とかで、今からね、ちょうど良い大きさにね、切り取っていきたいと思います。で、デザインナイフでもいいんですが、やっぱりできればね、もしカッター用意できるようでしたら、カッターでね、切り取っていった方がいいでしょう。400番とね、600番の紙やすりの方が切り取り終わりましたので、とりあえずね、一旦こちらの方に置いておきましょう。それではね、早速キットの製作の方に入りたいんですが、このタイガー1っていう戦車はね、天輪の数がね、ものすごい多いんですよね。で、後ろの天輪、一番後ろのね、天輪まで合わせると、片側でね、25枚入ってるんですよね。で、なので、両側でね、合計で50枚あるんですけど、そのね、50枚の天輪を一つ一つね、削り出してね、車体の方に組み付けていかないといけないんですが、これまたね、この天輪の外側にね、多分ね、ゴム部品だと思うんですけど、本物の実車はですね、ゴム部品がつくと思うんですけど、ここをね、艶消しの黒でね、塗らないといけないんですよね。で、そういったね、塗り分けの作業も出てくるので、天輪のね、この製作が多分ね、一番難関になってくると思います。今回の動画はこの辺りで終わりにします。次回からね、タイガー1の方本格的に製作を始めていきたいと思います。
日頃から皆様からの温かいコメントや高評価ボタンはとても励みになっています。本当にありがとうございます。そしてまだチャンネル登録をお済みでない方もぜひこの機会によろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。